今回ちょっとこの人を、ここにこう中に乗せようと思ってるんですよ。ここにですね、こう座らせて、はい、こんな感じですね。こんな感じで熱を加えながら、まあこれ何度も繰り返しできるので、はい、こんな感じである程度、角のあったところですね、ペーパーを当てて丸っこくしたっていう感じですね。で、今回ですね、これもうツヤありの赤でまだ塗っただけなんで、ちょっとテカリとかもあって、こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、ラジコンの動画になります。まず今回やっていくのが、最初にお伝えしておくと、こんな感じでですね、紙にバケットシートですね。バケットシートの形をなんとなく印刷して、で、これを、この低発泡塩ビ板っていうのがあるんですけど、今回使うのは、このなんかフォレックスっていう名前がついたやつなんですけど、まあこういった低発泡塩ビ板っていう素材にですね、これをもう普通に糊で、事務用の糊で貼るんですけど、ペタッと貼り付けて、で、これをガイドにして切り出して、で、熱を加えて折り曲げてバケットシートを作ると。で、それを今回やっていくのが、この今制作中の車体なんですけど、C24 ですね。で、これ何のために作っているかっていうと、8月の末ぐらいにですね、また、キャンプロケっていう言い方してるんですけど、車内でですね、キャンプに行って、一緒に合わせてロケをしてくるっていうのを時々やるんですけど、で実はいつもあまりできてなかった、行ったメンバーで、ちょっと競技っぽい遊びをするっていうのを、計画してまして、で、その時にですね、使おうと思ってる車体を今作ってるんですよ。で、この車体がですね、もうまだ仮組みなんでこの辺バカッと取れるんですけど、いくつかちょっと実験もしてまして、まずこれですね、C24 には本来装着できないんですけど、それをちょっと工夫して、スペシャルトルクシングルギアですね。これをちょっとつけてみてます。今回初めてつけてみたんですけど、やっぱり、干渉するところがあって、せっかくなんでちょっと紹介しておくと、これ、ここに載せますよね。で、ここの幅とかは C34 と一緒なんで、そもそもこれは C34 用なんですね。C34 用の、ギアボックスで、スペシャルトルクシングルギアボックスっていうのがあるんですけど、それをつけた場合に、C24 のこのフレームの幅は一緒なんで、ここにはスポッとはまるんですよ。はまるんですけど、ここですね。ここ見ていただくと、こう、削ってあるっていうか、切り取ってあるんですけど、このもろもろ乗せるデッキの部分ですね。このデッキの部分に思いっきり干渉しちゃうんで、そこをですね、こうカットする必要がありました。で、C24 の場合は、さらにですね、ここですね、この荷台をつけたときに、ここですね、ここが思いっきり干渉しちゃうんで、ここも本来ここまであるんですけど、こうやってカットしましたという状況だったんで、一応、まあこんなことする人いるかはわかんないんですけど、もしですね、C34 用なんだけど、C24 用に、使うという場合に、この干渉する場所がありましたっていうところで、まあご参考までにっていう感じですね。あとですね、ちょっとこれからまだ調整が必要なんですけど、ここもきつかったですね。このプロペラシャフトが、もうきつくて、こうストロークさせた時にですね、ここがちょっと疲れちゃうんですよ。ここはちょっと疲れちゃうんで、ここもちょっとどうにかしなきゃいけないなっていうところだったんで、もちろん、C34 用として販売させていただいてるんで、これは本当に参考までにっていう感じで、当然サポート対象にはならないので、もしですね、やられる場合は、自己責任でお願いしますというところになります。で、この特にプロペラシャフトまだ問題解決してないんで、ここはですね、また別の長さのプロペラシャフトを取り付けることにはなると思うんですけど、もしですね、これがぴったりはまりましたよっていうのがあれば、また改めてお伝えしたいと思います。あと合わせて今回テストしてるのがこれですね。アクセルの上にサーボをマウントするパーツがあるんですけど、まあこれサードパーティー製で正直ですね、いろんなところから似たようなのが出てるんで、結構今いろいろテストしてるんですけど、完璧っていうのがやっぱりあんまりなくてですね、結構取り付けるのに工夫しなきゃいけなくて、またそれもですね、引き続きテストを重ねて、ちゃんとご紹介できるようになったら、もしかしたら販売するという形で、ちょっと今はですね、テスト段階ですという感じなんですが、一応ちょっと軽く紹介だけしておきます。こんな感じで、サーボがですね、アクセルの上に乗っかってるんで、こう、一緒に動くんですよ。刺すストロークした時に。
これはこれで、とてもいいアイテムなんで、ぜひ取り扱いはしたいんですけど、ちょっとまだ自信を持っておすすめできるほどテストができていないので、引き続きですね、ちょっとテストをして、できれば販売したいなと思ってます。はい。あとこの車体なんですけど、ボディを結構大幅に改造してまして、ここをカットしてますね。バンパーのところ。で、多分、小さいバンパーをつけて、ウィンチですね。ウィンチはできればつけたいなと。ウィンチもですね、基本的には C34 用なんですけど、C24 でも一応こんな風にしたら取り付けることができましたよっていうご紹介ぐらいはできたらなと思っているので、できればここにウィンチですね、つけようと思ってます。で、あと荷台ですね。荷台が思いっきりここカットしてます。本当はこの辺までこの荷台があるんですけど、ここバッサリカットして、しかもここちょっと斜めにカットしてっていうような感じで、こんな風な処理になってます。で、大体もうこのまま仕上げちゃうと思うんですけど、これはあれですね、走破性をちょっと重視したときに、今タイヤついてないんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、本当はタイヤがこの辺まで来ますよね。で、どこか乗り越えて、乗り越え終えたときにですね、この荷台がよく当たっちゃうことがあるんで、それを避けるために、実車とかでもよく、このベッドをカットしてるんですけど、荷台を短くしちゃうんですね。っていうのをちょっと、試しにやってます。で、今回、せっかくこれだけボディを結構カスタムしていく予定なので、ここにですね、バケットシートをちょっとレーシーな感じで入れたいなと、つけたいなと思っていて、で、この人ですね。今回この人を、ここに中に乗せようと思ってるんですよ。これ大体スケール的に、この WPL の C1424 系には結構ジャストサイズのやつなんですけど、これもですね、できればうちで取り扱いしたいなと思ってるんですが、一昔前までは結構 Amazon とかでもゴロゴロ出回ってたんですけど、最近見たらですね、意外ともうなくなっちゃってて、うちが仕入れようにもちょっと仕入れ先がなかなか見つからないっていうような状況になっていてですね、ちょっといけるかどうかわかんないんですけど、ちょっとなるべくこれは、出回らなくなっちゃってるんで、逆にですね、入手がちょっと難しくなっちゃってるっていうところで、逆にうちがちょっと取り扱うべきかなっていうのもあったんで、ちょっとそこは頑張ってますと。はい。というわけで、ちょっと今回ですね、この人をここに乗せる。で、バケットシートですね。まだ紙の状態ですけど、ここにですね、座らせて、乗せたいなというので、制作を進めていきたいと思います。じゃあまずですね、こんな感じで、自分なりに、だいたいこんなんじゃないかみたいな感じで、パソコンですね。パソコンを当然使って、今回はイラストレーターっていうのを使ってるんですけど、今、無料の、いわゆるお絵描きソフトみたいなのがいっぱい出回ってるんで、もしそういうのを活用できる方は、そういうのを活用して、もう本当に、ガイドラインとして使うだけなんで、シンプルな、こんな感じでいいと思うんですけど、こういうものを印刷して、で、ここに貼っていくんですが、今回使うのが、厚さは 3mm のやつを使います。で、これ 2mm でも大丈夫です。この辺は、出来栄えが厚みで若干ですね、変わってくるんで、好みの部分かなと思うんですけど、今回は 3mm を使っていきます。で、これをもう本当にこういう普通の事務用の糊みたいなので、僕の場合はですよ、これで貼っちゃいます。もっと上手なやり方あるかもしれないんですけど、もうこれで、もう糊をですね、もう全体にガーッと塗って、普通に貼り付けるだけですね。で、このデータですね、今回ガイドラインとして使う、切り出しのガイドラインとして使うこのデータなんですけど、もちろんご自身で作れる方はご自身で、かっこいいシートをですね、自分なりに、デザインというか、工夫して作っていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、作るの大変だなとか、めんどくさいなっていう場合は、もしご希望があれば、うちのウェブサイトの方に、多分、PDF とかで配布できるような形で置けると思うので、ちょっとこんなの作る人いるかわかんないんですけど、もしですね、ぜひ欲しいんですけど、そのデータですね、PDF でいいから、ぜひ欲しいんですけどみたいなのが、ご希望があれば、またコメント欄からご希望いただければですね、うちの担当の人にお願いして置いてくださいって言って置いてもらうようにするんで、もしご希望あればコメント欄からですね、いただければと思います。はい、じゃあ今、糊をもう全体的にベタベタベタと塗って、ここですね、ここに貼り付けますと、こんな感じで貼り付けて、
結局後で剥がすんですけどね。まあそのためにこういう結構剥がしづらいですけど、まあそれでもなるべく剥がしやすいように普通のジムの糊を使うという感じなんですけど、はい、こんな感じで貼り付けました。で、これに、あとはですね、これに沿って一旦カッターで、切り出します。で、これまあさすがに3ミリあるんで、比較的加工が簡単な素材ではあるんですけど、厚みが結構あるんで、まあこんな感じで何度かなぞりながらですね。で、後で削って形は整えるんで、若干雑でもいいので、こう、どんどん切り出していくと。で、もうこういう若干複雑なところは、頑張って切るしかないですね。こう、何度も刃を入れていくと、そのうち貫通するんで、これで、どんどん切っていくっていう感じですね。じゃあまあ、ここはこの単純作業になりますので、飛ばしちゃいますね。はい。まあ、大体こんな感じで大雑把に切り出しをしたら、ちょっと整えていくっていう作業で、できればミニルーターとかお持ちの方は、ルーターとか使って、こう、ウィーンって削っていく。もしないよっていう場合は、さらにカッターで削り込んでいくか、もちろん怪我しやすい作業なんで、怪我は気をつけていただきたいんですけど、さらにカッターで削り込んでいくか、あとはヤスリですね。ヤスリで作業してもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じである程度整えましたと。で、ここからはですね、この内側にある線の部分ですね。ここに沿って、こういうキリか何か、ちょっと丈夫めの尖ったもので、この線に沿って、印をつけるんですね。まあ、これを折り目の線にするって感じなんですけど、後で熱を加えて曲げていくんで、ここを何度かなぞって、まあ、紙破れちゃうんですけど、その辺はあまり気にせず、こうなぞって、線をつけちゃう。ある程度、強めに、こう線を入れておくのがいいんじゃないかなと思います。はい。だいぶ、貼り付けてある紙がボロボロになっちゃうと思うんですけど、一通りですね、強めになぞって線をつけたと。で、あとは、ここをやってもやらなくてもいいと思うんですけど、今回はですね、ちょっとこだわって穴も、それっぽくするためにですね、穴も開けようかなと思います。なので、ここはまあドリルで穴を開けるだけですね。今回は、3ミリぐらいで開けとけばいいかなと思うんですけど、2.5 ぐらいですかね。ちょっと、ドリル穴開けやすくするために、キリでちょっと穴を開けて、はい、こんな感じで4箇所ですね、穴を開けました。で、この、2つずつ穴を開けてあるので、ここをですね、カッターでつなげちゃいます。はい、こんな感じで穴をですね、楕円形に、横長の穴で開けましたと。で、ここ後でヤスリで整えていくんで、一旦このまま作業を進めます。で、この辺まで来たら、もう、これ、剥がれそうなとこは剥がしちゃっていいと思います。あんまり、剥がしにくいとこあったら、後で綺麗に取ればいいんで、まあ、一旦大体剥がしていくような感じですね。で、あとはですね、もうこれにこうドライヤーで思いっきり熱を加えて、もちろんこれ自己責任でやっていただく作業にはなるんで、いろいろと注意しながらやっていただきたいんですけど、ドライヤーで熱を加えて、そうするとこれがこう曲げられるようになるんで、で、指でいける人は指で曲げちゃってもいいと思うんですけど、ちょっと僕難しいんで、こうペンチでやっちゃうんですけど、こうペンチかなんかを使って、このガイド線ですね。さっき入れたこの溝。この線に沿って曲げて、それっぽい形にしていくと。で、これペンチ使うと結構傷が入っちゃうんですけど、この辺はですね、僕はあんまり気にしてないです。遠目で見てそれっぽくなればいいやぐらいで。で、あんまり気になる場合はですね、後で、まあ、この、そもそも傷が入らないように工夫しながらやるか、後で、パテで埋めちゃえばいいんじゃないかなと思いますけどね。あれ結構指でいけるな。僕前なんかやった時、指でやったらうまくいかなくて、ペンチでやった記憶があるんですけど、結構しっかり温めると、指でもいけそうっすね。すいません。ペンチ使わなくても指でいけるかもしれないです。うわ、
指で結構いけますね。前、ドライヤーが弱かったのかな。はい、こんな感じですね。こんな感じで熱を加えながら、まあこれ何度も繰り返しできるので、納得がいくところまで形を整えると。で、まあ、こうフィギュア乗せる予定があるんだったら、それがちゃんとうまく、はまるかっていうのも一応確認しながらですね。こんなこんな感じで、確認しながら進めていただくといいんじゃないかなと。これちょっと肩のはまり悪いですね。これにフィットさせちゃえばいいのか。これすごいですね。肩の押さえがジャストフィットになりますね、これ。本当のバケットシートもこうやって作ったら、すごいですね。はい。で、こんな感じである程度の形になったら、今度は、これをですね、ちょっと丸みを出すために、まあ、カッターである程度削ってからでもいいと思いますし、まあ、ルーターとかお持ちの方はそのルーターでガリガリガリっと削って、こう、丸みを持たせると、後でこれ塗装するんですけど、その塗装した時にですね、よりそれっぽく見えるようになるかなと思います。で、あとこの辺の穴とかはもうこう、金属の棒やすりで整えちゃう感じですね。で、あとは、この、周りをですね、こう、ペーパーかなんか当てて整えていくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じである程度、角のあったところですね、ペーパーを当てて丸っこくしたっていう感じですね。でも、ここからは、あとはもう普通のパーツと同じように、塗装するだけですね。まあ、今回せっかくこういう形なんで、いかにもっていう感じで、ちょっと赤に塗ろうと思います。はい、というわけで、これが塗った状態ですね。まあ、これ、今回ですね、これもうツヤありの赤でまだ塗っただけなんで、ちょっとテカリとかもあって、それっぽく見えない状態ではあるんですけど、ここからさらにですね、本当は、トップコートでツヤ消しのクリアを拭いて、で、さらにちょこっとでいいと思うんですけど、汚し塗装みたいなものをすると、またそれっぽくなるんですけど、まあ、今回動画としてはですね、まあ、ここまでにしようかなと思います。で、ここからさらに車両に取り付けるには、車体の状態にもよるんですけど、例えば今回のこの車体であれば、ここに少し土台みたいなものを作って、今すでに塗装のためにつけた両面テープついてますけど、まあ、両面テープかなんかをここにペタッと貼って、ここにこう固定すると。で、さらに、こうフィギュアですね。フィギュアかなんかがあるんだったら、これをここにこう乗せると。一応今回はですね、こんな風に自作でいわゆるバケットシートですね。っていうようなものを作ることもできますよっていう紹介でした。で、ここから引き続きですね、この車体作っていく中で、またこれをしっかりこう取り付けた状態っていうのをまた紹介できるかなと思いますので、それはまた改めてですね、こんな風になりましたっていう形で紹介させていただければと思います。はい。では、今回ですね、こんな感じでバケットシート自作してみましたという、紹介の動画でした。以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。それはまた改めてですね、こんな風になりましたっていう形で紹介させていただければと思います。はい。では、今回ですね、こんな感じでバケットシート自作してみましたという、紹介の動画でした。以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。